こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵を上達させるには、とにかくここを意識してイラストレベルアップ講座ということで、いつも絵を練習するんだけど、どういうところを意識すると絵がレベルアップするのかわからない。自分がレベルアップしているかどうか、いまいち自分ではわからないっていう人ってたくさんいると思うんです。本当はね、レベルアップしているにもかかわらず、やっても実感を得られなかったら、成長を実感できない分、あんまりモチベーションが上がっていきませんよね。それは非常にもったいないです。そんな方に向けてですね、今日はとにかくここを意識して書くと、さらにステップアップ、自分でも上達を感じられるようになるよというポイントを5つ紹介していこうと思います。そして実際にどのように上達を実感できるのか、実例もあった方がいいと思うので、実際にね、添削させていただいたイラストを紹介しながら、このポイントを意識するとどういう風にイラストが変わるのか、実例をお見せしながら解説をしていこうと思います。この動画を見ていただければ、ご自分の絵の上達のポイントを明確にしていただけて、次に意識する成長のポイントを自分ではっきりと思い描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それとですね、そもそもどうやったら絵を魅力的に仕上げていけるのかわからない。ステップバイステップで最初から順番に絵を仕上げていくやり方が知りたい。手順が知りたいという方はですね、こちらの Vimeo の動画講座、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムもおすすめです。内容がね、ギュッと詰まった動画講座になりますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは早速今日のテーマ、とにかくここを意識してイラストレベルアップ講座行ってみましょう。目の高さを揃える。イラストを描くとき、複数人の人物だったり、動物と人間を描いたり、一人以上のモチーフを描いてみたいという人は多いと思います。例えばこちらのイラストですね。はい。こちらはね、刀剣乱舞のキャラクターイラストですね。神秘的な配色が印象的で、キャラクターの魅力がひしひしと伝わってくる素敵なイラストだと思います。ただですね、魅力的なキャラクターが描けている一方で、なんとなくまとまり感が弱いというか、ちょっと散らかっている印象がありました。これがね、キャラクターを複数人描くときの難しい部分ですね。ただ書いてみたはいいんだけど、なんとなくまとまらなかった。どうやったらうまくまとめられるんだろう。書いてから悩むケースは非常に多いと思います。はい。で、これはですね、キャラクターが2キャラ、多くとも3キャラの時に使えるテクニックなんですが、キャラクターの目の高さを揃えてしまうというテクニックがあります。それも踏まえて、添削後のイラストを見てみましょう。はい。ドン。どうでしょう？添削前は目の高さ、目の位置がいまいち揃っていずにまとまりのない印象になってしまっていましたが、添削後、目の高さが揃って画面にまとまり感が生まれたのがお分かりいただけると思います。人間は絵を見た時にそこに目があると、どうしてもその目を見てしまうという性質があります。そのためですね、目があっちこっちにあると、その分視線が散らばってしまって、そのせいでまとまり感を感じられなくなってしまうということが起こります。なのでこのように目の高さを統一することで一気にまとまり感のある絵に仕上げることができるんです。ちなみにね、さらにまとまり感をアップさせるために有効なテクニックもあります。このね、背景の光の筋に注目してください。ここもね、目の高さに合わせて2人の目線をつなぐように1本スーッと明るい線が通ってますよね。この光の筋を1本通すことでも画面にいるキャラクターの連帯感を強く感じさせることもできちゃいます。それにね、絵のまとまり感もさらにググッと引き上がったのがわかりますよね。複数人の人物を描いてみたんだけど、なんかまとまらないなと思ったら、目の高さに光の筋を通してみる。試してみてください。きっとあなたのイラストにまとまり感をプラスすることができると思います。見えないところまで描く。次に紹介するイラスト上達のために意識するポイントは、見えないところまで描くことです。はい。見えないところまで描くと、なんで上達につながるのか。これだけ言われるとね、ちょっと謎に思う人もいると思います。なんか、精神論かなとかってね、ちょっとこう疑っちゃう人いますよね。見えないんだから、描いても無駄じゃん。どうせ見えなくなるなら、描かなくてもよくねってね、ついつい思っちゃうかもしれません。ですが、こちらのイラストを見ていただければ、その効果、よくわかると思います。こちらですね。はい。どっしりとした重厚感のある書き込み、キャラクターが魅力的で迫力があって、とてもね、引き込まれるイラストですよね。ただですね、僕はどうしてもこの奥にいるドラゴンが気になりました。こちら作者さんによるとドラゴンということだったんですが、どうしてもですね、僕には大きめのトカゲという印象に見えてしまったんですね。なぜそのような印象になってしまったのか。それは煙に隠れている部分をちゃんと想像しながら描けたかどうかにあります。はい。どういうことなのか、添削後を見ていただければわかると思います。僕が
このように添削させていただきました。はい、ドン。どうでしょう？さっきと比べると、はっきりとドラゴンが巨大な存在として、そこに立ちはだかって敵を威圧しているように変化したのがお分かりいただけると思います。なぜこのように変化したのか。それはさっきも言った通り、単純に男性と煙で隠れている部分を実際に描いてみたからです。はい。こちらをご覧ください。ほら、この体の部分は最終的には隠れてしまう見えない部分なんですが、僕はこのようにきっちりと描きました。なぜこうすることで迫力が増したのかというと、イラストを見ている人は無意識にですね、隠れている部分を見えている部分から想像してしまうからです。ああ、この生き物、首の角度がこうで、手がこんな風に生えてるってことは、体はこのぐらいちっちゃいはずだな。っていうことは、思ったよりも大きくないな。ドラゴンっていうよりかは、大きめのトカゲかなんかなのかなってね、見えている部分から見えていない部分を想像してしまうんですね。まあもちろんね、想像力だけで、頭の中だけでね、見えていない部分を補完できてしまう場合には、実際には書かなくてもいいんですが、ほとんどの人はね、そうはいきません。なので、実際には見えていなくても、一旦体を書き込んでしまって、その上にですね、男性とか煙とかを覆いかぶせてしまった方が、最終的には思ったような迫力を出せることがあると思います。まあ見えないところまで書けって言われるとね、なんかめんどくさいなって思ってしまうかもしれませんが、実はこの方が確実に早く絵をレベルアップさせるための方法だったりします。ぜひね、めんどくさがらずにやってみてください。必ずあなたの絵のレベルがぐぐっと引き上がること間違いなしですよ。情報を集中させるエリアを意識する。あれ、イラスト全体をきっちり書き込んだのに、なんか全体的に見栄えがしないような気がするな。なんかスカスカな印象になっちゃう。そんな風に思ったことはありませんか？その原因は何かというと、情報を集中するエリアを意識できていないことが原因かもしれません。こちらのイラストをご覧ください。秋風がね、爽やかに感じられる、情緒あふれる素敵なイラストですよね。はい。素晴らしいです。ただ、この方もですね、なんか全体を書き込んで密度は足りているはずなのに、なぜかパッとしないという問題に悩んでおられました。皆さん、どこが原因かわかりますか？はい。そうなんです。こういう全体に手が入っていて、なおかつパッとしない印象になってしまうのは、一番視線が集中してほしいエリアに情報が集中していないから、まさにそれが原因なんですね。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。いかがでしょう？さっきよりもパッと見の印象で印象が引き締まって、目が引き込まれるようなイラストに変化したのがわかると思います。なぜこうなったのか、ネタばらししますね。実はですね、僕は意図的にあるエリアの書き込みだけ増やしました。それがこのエリアになりますね。はい。画面中央に配置されている、特にキャラクターの顔周りに密度を集中させたんです。はい。顔周りと言いましたが、それはキャラクターの顔自体の書き込みを増やしたのはもちろんあるんですが、ポイントは背景です。背景の街並みに注目してください。添削前は街並みはもう少し上に見えていましたし、そもそもね、草原が多めだったので、密度もそんなに高くはありませんでした。でも添削後は地平線を少し下に持ってきたことで、人間の顔が背景に埋もれることを避けつつ、背景自体にも田んぼとかあぜ道を書き込むことで、密度のアップを図りました。この部分の密度を増やすことで、視線が画面中央に集まりますから、絵を見た人がおーってね、一気にそこに視線が誘導されて、見栄えのするイラストになるっていう寸法なんです。それともう一点、実は今言ったことと真逆な大事なことがあります。それは今四角で囲った以外の部分の密度を少し減らすってことです。実はね、これよくよく見るとわかると思うんですが、僕は意識的に今四角で囲った部分以外の部分の密度を減らしています。例えばね、画面上部のもみじの書き方がわかりやすいと思うんですが、添削前はスタンプでこうぎっちりともみじの細かい書き込みがされていたんですが、添削後はというと、あえてね、スタンプを使わずに葉っぱ一枚一枚は書かずにですね、塊としてもみじの葉っぱを捉えていました。はい。そして画面下の部分も書き込み自体は変わらないんですが、添削後、地面を少し薄い色に調整することで、右下のもみじの存在も薄くしてみました。このように注目させたい部分以外の密度を抑えめに調整することでも、見てほしい部分に視線を集中させることができます。画面全部みっちり描いてみたんだけど、いまいちスカスカな印象になっちゃうなって思ったら、ぜひこの密度の駆け引き思い出してみてくださいね。ハイライトを使って髪の毛を軽い印象に。
さて、サクサクいきましょう。次に紹介するポイントは、ハイライトを使って髪の毛を軽い印象にしようってことです。ハイライトを入れると髪の毛って軽い印象になるのって思った人いるかもしれませんが、はい、その通りです。ハイライトを入れることで髪の毛は一気にサラサラに軽い印象に変化します。こちらのイラストをご覧ください。はい、こちらはですね、崩壊スターレールのキャラクターのファンアートです。結構ね、装飾が細かいキャラクターなので、描くのにね、苦労するキャラクターだと思うんですが、しっかりと細部まで描けていて、とても素晴らしいイラストですね。ただ、ご本人もコメントでおっしゃっているんですが、髪の毛がね、なんかこうパッとしないというのが完成してからのお悩みだったということです。言われてみればね、全体的に髪の毛がこう一塊のような感じに見えてしまっていて、ちょっと重々しい雰囲気にも見えていますよね。なぜ髪の毛がパッとしないのか。それがですね、ハイライトを髪の毛に入れられていないからです。はい。他にもね、いろいろ変わっている部分はありますが、髪の毛のハイライトに着目しながら、ビフォー、アフター見比べてみてください。いきますよ。いいですか？はい。ドン！いかがでしょう？髪の毛の重々しい感じが緩和されて、さらっと艶めいた軽い印象の髪の毛になったのがお分かりいただけると思います。なぜ印象が変化したのか。それが、ハイライトの有無です。例えば、前髪の部分やツインテールの根元に入っているこのハイライト。こういう部分に入っているハイライトで髪の毛のサラサラっと質感をプラスして、なおかつ髪の毛のこの際の部分、輪郭に沿った部分に入ったハイライトで髪の毛が一塊に見えて重々しく見えることを避けられます。そして最後に地面からの照り返しによる反射光。この部分にもライトを当てることで長い髪の毛でも単調になることなく軽さをプラスすることができるんです。他にもね、髪の毛が軽く見えるようになった理由の一つとして、ツインテールの毛先を遊ばせたことがあります。これもね、プラスアルファの髪を軽く見せるテクニックの一つとして覚えておいてくださいね。地面を描く。さあ、最後になりました。ここを意識してイラストレベルアップ講座。最後のポイントは地面を描きましょうってことです。地面を描くことでイラストに安定感を加え、なおかつ見てほしい部分にそれとなく視線を誘導させる効果があります。こちらのイラストをご覧ください。はい。トランプのようなね、カード型のイラストになっていて、デザインがね、とてもおしゃれなイラストですよね。キャラクターもとても魅力的だと思います。ただですね、キャラクターが逆さまになっていることもあって、なんとなくどこを見ていいのかわからないというか、取り留めもないふわふわした印象になってしまっているのがたまに傷でした。こんな時にはどのようにすればいいのかというと、それが地面を描くということです。僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。いかがでしょう？地面を描いたことで、この子のポーズがなんで逆さまなのか、すっと視覚的に理解できるようになりましたよね。そしてなおかつ、なんとなく前よりも顔に自然に目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。はい。なぜこのように顔に目線が行くようになったのかというと、この顔周りのね、地面の色にあります。添削前はグレーと黒でね、ぐるーっとこうキャラクター全体を囲んでいたおかげで、キャラクター全体は強調できていたんですが、代わりにですね、キャラクター全体が白い塊に見えてしまっていたために、ポーズがね、ちょっと分かりにくくなってしまっていたんです。ですが、このようにね、地面を描いて、そこに白い羽を敷き詰めることで、顔周りだけを明るく強調することができますし、そこに影を落とすことでも、立体がどうなっているのか、どういう位置関係になっているのか、よりはっきりと表現することができます。地面を描くことによって、立体がどうなっているのか、そしてどのようなポーズになっているのかが分かりやすくなりますので、キャラクターの存在感をアップさせることができるんです。キャラクターを描いてみたんだけど、なんかふわふわして、ちょっと不安定なんだよな、って思ったら、ぜひね、地面を描くことを意識してみてください。あなたのキャラクターに存在感と立体感、安定感をプラスすることができると思いますよ。といったところでいかがだったでしょうか？今回は、ここを意識してイラストレベルアップ講座ということでお送りしてきました。それでね、今回は部分的な解説だったので、髪の毛の書き込みなど、実際にどのように進めるのかはお伝えしませんでしたが、実際のキャラクターの存在感を高めていく過程が知りたい、見てみたいという人はですね、こちらの動画、気まぐれ添削84、絵にリアリティを持たせるためにはどうする？もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。実際の手順や注意点についても分かりやすくまとめられた動画になっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。